皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、固定化コース反応の分野において、私がどのようにして論文の題材を創出してきたかについてお話ししています。前回の動画では、最初の例として表面固定化酵素系における見かけの速度パラメータの式を導出し、その特徴を明らかにしました。次に論文の題材として可能性があるのは、最高内固定化酵素系における速度パラメータです。しかし、表面固定化酵素系では関係式を解析的に導出できたため、短期間で論文執筆まで進めることができたのに対し、最高内固定化酵素系では微分方程式を数値的に高精度で解く必要があり、大きな難問が立ちはだかりました。今回はこの問題を克服するために確立した計算法と、これを使って得られた見かけの速度パラメータの特徴についてお話しします。固定化酵素の反応速度 V は、酵素反応の基礎式であるミカエリス面点式に基づき、1式のように書くことができます。ここで SB は液本体の基質濃度、EF は触媒有効係数を表します。EF には反応環境の違いに応じた式、または値が与えられます。1式を有利酵素系で用いられる線形化プロットの関数関係で表すと、2式となります。EF は SB の関数であることから、SB÷V と SB の関係は直線にはならず、最高内固定化酵素系では上に凸となります。2式が描く曲線上の2の点における接線の式に基づけば、1式は3式へ解析的に変換されます。ここで VMAPP は見かけの最大反応速度、KMAPP は見かけのミカエリス乗数を表します。これらは実式で与えられます。ここで γ1、γ2 は最大反応速度とミカエリス乗数の見かけの値が真の値からどのくらい異なるかを表します。最高内固定化酵素系の計算を行うには、2点境界値問題を解かなければなりません。これは6式で与えられます。境界条件は実式のように設定します。今、無次元数を用いると、6、7、8式は次の無次元式へ変換されます。一方、触媒有効係数は実式で与えられます。見かけの速度パラメータの式、すなわち4式、5式には EF の βB による微分が含まれるので、これを求めるため、12式を βB により微分します。これにより13式が得られます。9、10、11式は前の動画で述べたように直交線点法または射撃法により解くことができます。直交線点法の場合、これらの直交線点方程式は実式となります。また、12式の直交線点近似式は実式となります。さらに、13式の直交線点近似式は
字式となります。17式の計算には dci by d ベータ b の値が必要です。そこで9式と11式をベータ b で微分し、18式、19式を設定します。これらの式に対する直交線点方程式は20式、21式となります。したがって14式、15式を20式、21式と連立して解き、その計算値を16式、17式へ代入して得られる計算値を4式と5式へ適用すれば、各基質ノードにおける見かけの速度パラメータを求めることができます。直交線点法によれば、高精度の数値解が得られるため、矛盾のない滑らかな計算曲線を描くことができました。それでは計算結果に基づき、最高内固定化コース反応の見かけの速度パラメータの特徴を議論しましょう。この最初の図はラムダイコール0、すなわち静電的相互作用のない時の計算結果を示しています。ビオス bi イコール無限大なので、強膜拡散抵抗もありません。G イコール3は単体の形状が9であることを表しています。φi を1から30まで変化させ、最高内拡散抵抗の大きさを変えています。17式の計算には dci by d ベータ b の値が必要です。ベータ b が小さいとき、ガンマ1は1よりも小さくなっています。ベータ b が大きくなると、ガンマ1は増加して1以上の値となり、1.5 近くの最大値を取った5は減少して1へ前進します。これより基質初濃度が小さい領域での VMAPP の測定値は VM より小さな値を取り、基質初濃度を大きくすると VM よりも大きな値で得られることがわかります。さらに基質初濃度を大きくすると VM よりも約 1.5 倍の大きさの最大値を取り、その後は小さな値となり VM の値に近づくことがわかります。一方、ガンマ2の変化からは KMAPP が基質初濃度の増加とともに KM よりも大きな値を取り、ある基質初濃度で最大値に達した後は減少し、基質初濃度が十分に大きい領域では Km とほぼ同じ値に近づくことがわかります。いずれにせよ、どの基質濃度領域で測定しても KMAPP の測定値は Km よりも大きくなります。また、拡散抵抗が大きいほどその差はさらに大きくなります。補足として、ガンマ1の図では φi の異なる計算における最大値が美しく横一列に揃っています。これは計算に用いた直交線点法による数値解が高精度であるために実現したものです。このことから数値計算によって得られた値を用いてこのような図を描く際には、精度の高い数値計算法を導入することがいかに重要であるかをご理解いただけると思います。次の図は、静電的相互作用がなく、
最高内拡散抵抗が一定の大きさであるときに、胸膜拡散抵抗が見かけの速度パラメータへ及ぼす影響を表します。ガンマ1は βB イコール0において、どの微余数でも1より大きく、微余数が大きいほど大きな値を取ります。βB の増加とともに減少し1へ前進します。これより胸膜拡散抵抗が大きい場合、VMAPP は基質諸濃度のどの領域で測定しても VM よりも大きくなることがわかります。また、ガンマ2の変化から KMAPP は基質諸濃度が小さいときにはより大きな値を取り、基質諸濃度の増加とともに減少して Km の値に近づくことがわかります。加えて、胸膜拡散抵抗が大きいほど KMAPP は Km よりも大きな値になります。以上をまとめると、静電的相互作用がない場合、拡散抵抗の種類に関係なく KMAPP は Km よりも大きな値で得られることが明らかです。最後に静電的相互作用の影響について検討します。計算結果を図に示します。ここでは G イコール1としているため、単体の形状は平板です。最高内拡散抵抗は存在しますが、胸膜拡散抵抗はありません。ガンマ1とガンマ2の変化から見かけの速度パラメータについて次のことがわかります。まず、基質諸濃度の小さな領域で測定を行うと、多くの場合、VMAPP は VM よりも小さな値となります。基質諸濃度が増加すると VMAPP は上昇し、最大値を取った後に減少して、最終的には VM に前進します。一方、KMAPP はラムダが負、すなわち単体と基質の電荷が異符号の場合、基質諸濃度の小さい領域では真の Km よりも小さくなります。その後、基質諸濃度の増加とともに KMAPP は増大し、Km を上回って最大値を取った後、減少します。そして基質諸濃度がある値以上になると、再び Km よりも小さくなります。以上より KMAPP は基質諸濃度の十分に小さな領域と十分に大きな領域で測定を行うと Km よりも小さな値として得られることがわかります。この図はセラミックモノリスに固定化したグルコアミラーゼによる可溶性でんぷんの加水分解反応について実測した値を用いて作成した S0/V0 と S0 のプロットです。本形では静電的相互作用が存在しません。胸膜拡散抵抗は無視でき、最高内拡散抵抗のみが存在します。基質諸濃度を広範囲に変えて初速度を測定した結果、プロットは直線ではなく、上に凸の曲線となることが分かりました。破線は実測値に適合するように描いたものです。基質諸濃度の狭い範囲でいくつかの初速度を測定してプロットすれば、この曲線に対する接線に近い直線が得られると推測されます。この直線から速度パラメータを決定することが可能です。したがって、基質諸濃度が異なる範囲で
速度パラメータを測定すると、得られる値が互いに異なることが明らかです。これ以上多くの反応初速度を測定することは大きな労力を要するため、曲線上の任意の点で接線を引き、これより見かけの速度パラメータを決定しました。その結果を次の図に示します。予想通り、速度パラメータは基質初濃度の増加とともに変化することが明らかです。各測定値は図中に引いた曲線、すなわち私が導出した見かけの速度パラメータの式を用いて計算した値とよく一致しています。VMAPP は基質初濃度の低い領域では VM よりも小さく、基質初濃度がある程度大きくなると逆に大きな値を示します。その後、最大値を取った後は減少し、基質初濃度が十分大きな領域では VM の値に近づきます。一方、KMAPP は基質初濃度の増加とともに増大し、最大値を取った後に減少して KM に前進します。基質初濃度の全領域において KMAPP は KM よりも常に大きな値を取ります。これまでに発表された論文の多くでは、見かけのミカエリス乗数の変化についてほとんど議論されていません。しかし、ここで述べたように、見かけの速度パラメータは測定に用いる基質初濃度の大きさによって変化することが明らかです。以上のことから、実験データを正しく評価するためには、数式モデリングが極めて有効な手段となることがわかります。これを導入しなければ、データの本質的な特徴を誤って解釈したり、重要な特性を見落としたりする可能性があります。次回は最高内固定化酵素反応において、単体内部に酵素活性の分布が存在する場合の見かけの速度パラメータについて議論します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。